皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は最近ハマっていることについてお話ししたいと思います。トロントは今11月になったところですが、もうとっても寒いです。来週は雪が降ると言われています。私は本当に寒くなる前に旅行に行こうと思って10月はとても忙しく過ごしていました。こうやって YouTube のコンテンツを作ることもずっとできていませんでした。週末には2週間に1回旅行に行っていました。その結果、とても疲れてしまいました。休みたいけど何もしないと時間がもったいないと感じてしまうので、私が大好きなパンを作ってみました。パンは生地を発酵させる時間が必要なので、待ち時間がたくさんあります。なので、休みたいけど何もしないと気持ちが落ち着かないという時にぴったりなんです。最初はうまくいきませんでした。理由はドライイーストの使い方が間違っていたからです。最初は知らなかったのですが、ドライイーストには種類がありました。インスタントイーストとアクティブイーストです。アクティブイーストは小麦粉と混ぜる前に温かいお水や牛乳に溶かして少し待つ必要があります。最初はそれを知らなかったので発酵がうまくできませんでした。そしてぺったんこの硬いパンが出来上がりました。その時は失敗の原因がわからなかったので、とっても悲しくなりました。その後、原因がわかって、正しいイーストを正しい方法で使い始めた後は、とても美味しいパンができました。これまで失敗していた時とは違って、生地がとてもふわふわになって大きくなりました。とっても嬉しかったです。そしてその成功をきっかけにパン作りにハマってしまいました。シンプルなハード系のパンを作ったり、最近はアップルシナモンロールを作りました。出来たてのパンは想像以上に美味しくて、つい食べ過ぎてしまいます。次は日本で売っているような食パンを作りたいと思っています。そのようなパンは手でこねる必要があるので、私のような初心者には少し難しいと思います。でも YouTube などではこねずに作るパンのレシピがたくさんあります。私も最初はこねないパンのレシピを見て作りました。こねなくてもとっても美味しいパンができます。時間と正しい材料があれば、美味しいパンは意外と簡単に作れると思います。皆さんもぜひパン作りに挑戦してみてください。焼きたてのパンを食べて始める一日は最高ですよ。
今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では、次のエピソードでお会いしましょう。またねー。